今回はスターアライアンスの世界一周航空券で世界中の魅力的な観光地を回りながら、同時に ANA のプラチナステータスを獲得できる予定を組み立てたので、その紹介をします。一度は行ってみたい世界一周旅行、ついでに ANA のプラチナステータスを獲得できれば最高ですよね。今後世界一周の旅をしてみたい方、またANA のプラチナステータスの獲得に興味のある方もぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。まずは世界一周航空券について簡単に説明します。世界一周航空券は有効期間である1年以内に出発地から太平洋と大西洋をそれぞれ一度横断し、東回りか西回り、どちらか一方向で地球を一周して出発地に戻る複数の航空券がセットになっています。現在2025年10月時点のスターアライアンス世界一周航空券の価格はこちら。座席ランクや距離によって価格が変わり、この金額に燃油サーチャージなどの諸費用として15万円から20万円を加算した金額で世界を一周することができます。例えばビジネスクラスのスター1だと70万5500円に諸費用を足して総額は85万円から90万円になります。通常 ANA のビジネスクラスで羽田からニューヨークを往復するチケットは90万1910円。羽田ニューヨークの往復と世界一周航空券の価格はほぼ同じ。それなら世界一周航空券はかなりお得ですよね。次に ANA のプラチナステータスを獲得するための SFC 修行についても簡単に説明します。ANA プラチナステータスを獲得すると特典として空港での優先チェックイン、優先予約、ラウンジ利用、マイル加算率の向上、そしてスーパーフライヤーズカードへの入会資格が得られます。そのためには1年間でプレミアムポイントを5万ポイント、そのうち ANA 便で2万5000ポイントを貯めなければなりません。このポイントは実際に飛行機に乗らないと貯められないので、ANA の羽田沖縄間を何度も往復してこのプレミアムポイントを貯めている方もおられます。一般にこの SFC 修行の費用は主に航空券代だけで50万円から60万円。これに加えて宿泊費や観光費などがかかります。今回世界一周航空券で何度か ANA も利用するので、お金を足してついでにこの SFC 修行も完了できたらと思っていろんな旅程のシミュレーションをしてみました。まず旅程を考えるにあたり、どの航路がどれくらいプレミアムポイントがつくのかを調べてみました。こちらが ANA 国際線の路線図と獲得できるプレミアムポイントになります。まずは東京アメリカ路線に注目してみましょう。シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルスなどのアメリカ西海岸はだいたい6000ポイント台、ニューヨーク、シカゴ、ワシントンなどの東海岸になると8000ポイント台、そして南米路線を見てみると東京メキシコ便では9153ポイントが獲得できます。やっぱり長距離路線になるとたくさんプレミアムポイントが付与されますね。今度は日本ヨーロッパ路線を見てみましょう。ロンドンやパリだと8000ポイント台、ミュンヘン、フランクフルト、ブリュッセルは7000ポイント台になっています。こちらもやっぱり距離があるのでロンドン、パリなどは結構ポイントが稼げますね。最後は東京アジアオセアニア路線です。アジアオセアニア路線はアメリカやヨーロッパよりも距離は近いんですが、路線倍率が 1.5 倍になります。なので意外と獲得ポイントが高くなります。例えばインドのムンバイは8276ポイントとヨーロッパのどの路線よりもポイントが高く、アメリカの東海岸と同じくらいのプレミアムポイントが獲得できます。
また、オーストラリアのシドニー路線だと ANA の路線で最大の9518ポイントが獲得できます。東京メキシコ間よりも東京シドニー間の方がプレミアムポイントが多いのは意外ですよね。また他にもジャカルタやシンガポールも距離の割には6000から7000ポイントとかなり獲得ポイントが高いですし、ヨーロッパに行くためのハブ空港としても使えるので、こうしたアジア路線を活用するのもいいかもしれませんね。このようにプレミアムポイントをたくさん獲得できる路線を旅程にうまく組み込むことによって世界一周しながら SFC 修行も一気に終えることが可能になります。ちなみにこちらは HIS のサイトで紹介されているプラチナステータスを獲得する世界一周の旅です。ルートはこんな感じで、最小限の行き先で ANA プラチナステータスを獲得できるルートが紹介されています。最初に ANA で大阪から羽田、次も ANA のビジネスクラスで羽田を出発してシドニーへ、そして同じ ANA のビジネスクラスでシドニーからまた羽田へ帰ってきます。今度は ANA のファーストクラスで羽田からロンドンへ、ロンドンからはルフトハンザのビジネスクラスでフランクフルトへ、フランクフルトからはルフトハンザのファーストクラスでロサンゼルスへ、ロサンゼルスからはユナイテッドのビジネスクラスでニューヨークへ戻って、最後に ANA のファーストクラスでニューヨークから羽田に帰ります。合計8フライトで価格はファーストクラスのスター2の134万4000円となっています。ファーストクラスに乗ってみたい方であまり時間をかけたくない方にはいいかもしれませんね。ただ8フライト中ファーストクラスはたった4つだけというのは個人的に少しもったいない気がします。それで今回僕が考えた世界一周航空券の旅程はこれより52万円も安いスター2のビジネスクラス3万4000マイル以内82万2000円で16フライトの旅程を組んでいました。その旅程はこちらになります。最初のフライトは大阪の伊丹空港を出発して羽田空港へ、2番目のフライトは羽田空港からサンフランシスコへ、3番目のフライトはサンフランシスコからボーズマンイエローストーン空港へ、4番目のフライトはニューヨークへ、5番目はニューヨークからイギリスロンドンへ、6番目はロンドンからポーランドワルシャワへ、7番目はワルシャワからスイスチューリヒへ、8番目はチューリヒからスペインバルセロナへ、9番目はバルセロナからイタリアローマへ、10番目はローマからエジプトカイロへ、11番目はカイロからトルコイスタンブールへ、12番目はアナでイスタンブールから羽田空港で一旦途中後期、13番目羽田空港からインドデリーへ、14番目はデリーからバリ島デンパサールへ、15番目はデンパサールからタイのバンコクへ、16番目はタイのバンコクから最終到着地の羽田空港になります。こちらが今回の全16フライトをまとめた一覧表となります。この旅程だとアメリカが3カ所、ヨーロッパは5カ所、中東2カ所、東南アジア3カ所、国内移動1回の合計16フライト、SFC 修行をしながら世界一周でもしっかりと押さえておきたい場所にも行ける旅程となっています。ちなみに9番目のフライトのバルセロナ・ローマ間のフライトは2025年10月現在スターアライアンスのグループではありませんが、2026年から ITA エアウェイズがスターアライアンスに加盟予定なので今回の旅程に組み込んでいます。表の中のプレミアムポイントはこちらの計算方法で計算しています。区間マイレージに予約クラスの積算率、路線倍率をかけて搭乗ポイントをプラスすると計算できます。ANA のフライトはこちらのフライトシミュレーションで出発空港と到着空港、搭乗クラスを入力すると簡単に計算できます。今回ビジネスクラスなので
ほとんど 125% のクラス運賃倍率、そして搭乗ポイントも400ポイントで計算されます。ただ最初のフライト、伊丹空港から羽田と、3番目のフライト、サンフランシスコから坊主間行きのフライトは運賃倍率が 100% となります。この辺は搭乗する航空会社のクラスによって変わってくるので、予約コードを確認して計算してみてください。今回 ANA 以外のマイルの計算に関しては、こちらのマイル計算サイトで調べました。出発空港と到着空港の3桁の空港コードを入力すれば、簡単に区間マイルを調べることができます。空港コードでうまく調べられない場合は、英語で空港名を入れても大丈夫です。それで今回の旅程のマイルプレミアムポイントを計算してみると、全体のプレミアムポイントは 56,205 ポイント、そのうち ANA プレミアムポイントは 28,391 ポイントで、どちらもプラチナステータスの条件を達成できていることがわかります。フライト回数も世界一周航空券の最大搭乗回数である16回で収めています。合計区間マイルも 33,897 マイルなので、スター2の 34,000 マイル以内、ギリギリに抑えました。結構ギリギリなので、マイル計算サイトの誤差で 34,000 マイルを少し超えてしまうかもしれません。もしチケット購入時に 34,000 マイルを超えているので、スター3と言われたら、最初のフライトの出発地を大阪の伊丹空港から名古屋の中部国際空港に変更する予定です。そうすると87マイル減らせるので、なんとかスター2に収まる予定です。今回スター2の範囲内で行きたい国を経由しながら規定のプレミアムポイントを稼ぐのにはかなり苦労しました。プレミアムポイントだけに気を取られていると、行きたい国に行けなかったり、行きたい国ばかり優先すると今度はプレミアムポイントが足りなかったり、そのどちらも優先していると気づいたら合計マイルが 34,000 マイルを大幅にオーバーした旅程になっていたことも多々ありました。なので何度も旅程を作っては修正して、行きたい国を変更したりプレミアムポイントを調整して、やっとこの旅程に落ち着きました。いろいろルートを組み直しするのはかなり面倒な作業だったんですが、世界一周の旅程を組むのは本当に楽しくて、これが全く苦になりませんでした。すぐ世界一周を始めるわけではないので、まだチケットは購入していないんですが、今後はそれぞれの国で何日過ごすか、どんな観光をするのかといった点を踏まえて、日程をよく考えて決まったら購入したいと思います。もしこちらの旅程に関して、それならこっちのルートの方がいいかも、この国もおすすめだよなどのご意見、アドバイスなどあれば、ぜひ参考にさせていただきたいので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。いかがでしょうか？このルートが今後世界一周航空券での旅行を考えている方、また SFC 修行にも興味のある方の参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった、良かったという方は、いいねボタンも押していただけると嬉しいです。では今回の動画は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。